お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、辻正信すら尊敬の念を抱いたとされる、大日本帝国陸軍の作戦を掌握した参謀将校、服部拓司郎の解説をしたい。大本営参謀のイメージがあるけど、辻正信ほど強烈なキャラクターではないイメージもあるね。アップ主としても昭和陸軍に関する書籍を読む際に、辻正信とセットで言及されたり、あるいは戦後の日本軍再建に関する挑戦と挫折の文脈で出てくる人物という印象があって、いまいちどんな人物だったのか漠然としており、どういった経歴と人物の軍人なのか、興味を持った次第だ。ちなみに、当チャンネル、この度メンバーシップを始めましたので、動画の最後に詳細を載せております。それでは、服部拓司郎の話をしていこう。服部拓司郎は山形県の出身、仙台陸軍幼年学校に入学して陸軍との関わりがスタートする。幼年学校って何するとこなの？陸軍士官学校は士官を養成する学校なんだが、陸軍幼年学校は士官学校よりもさらに前段階の教育課程であり、旧制中学校に相当する陸軍の教育機関だった。有名なところとしては、陸軍士官学校では幼年学校出身者と中学出身者の2大グループが形成され、時期によっては殴り合いの喧嘩も生じたらしい。ただし、日露戦争での将校不足の時代には陸軍士官学校での全ての受け入れ生徒が中学出身者で構成されていて、幼年学校出身者がそもそもいない年もあったそうだ。また、昭和に入ってからは、大陸で戦闘が拡大し、これまた将校数が減少したので、陸軍士官学校が大量に生徒を受け入れた時期には、その生徒規模の大きさや教育課程の短縮措置により、露骨な両グループの対立はなかったとする指摘もある。中学出身者は陸軍で偉くなれたのかね。幼年学校出身者がそもそもの数が多いから、累進した軍人には幼年学校出身者が多いんだが、中学出身者であっても、陸軍大臣、参謀総長、教育総監という陸軍三長官を全て経験し、元帥府にも列した杉山はじめは中学出身者だったりして、陸軍で出世できるかどうかは、結局のところ、陸大での成績や、上司との相性、処分が続発する事件に巻き込まれないなどの運が作用したのではないか、と思う。アップ主の見解だが、その点、服部拓司郎は幼年学校出身者だったというわけだね。服部拓司郎は、いわば少年期から陸軍内で過ごす仙台陸軍幼年学校に合格し、陸軍軍人の道を歩んでいく。仙台陸軍幼年学校では傍聴たる逸材として記録されている。謀略が得意ってこと？この時代の陸軍の謀略っていう語句は、今みたいな陰惨なイメージとちょっと違うという指摘がある。すなわち、武力を用いずに攻略をするという、どちらかというと合理的な意味合いで使用されていたらしい。幼年学校は軍事関係の科目ばっかり教えるの？いや、普通学についても文官の教授を揃えて教育をしていたらしく、同じく仙台陸軍幼年学校出身の石原幹事なんかは、図画の担当教官と派手に揉めた伝説を残している。どんな理由で揉めたの？ここではとてもじゃないが言及できない理由なので、気になる御人がいましたら、石原幹事の解説動画の URL を概要欄に貼っておきます。さて、少し話がそれたが、服部拓司郎は陸軍幼年学校で優秀な成績を収め、陸軍士官学校ではサンバガラスと称された同期中の春秋3人組の一人に数えられるほどの頭のキレを示した。サンバガラスの他の二人は誰と誰なの？堀場和夫と西浦進だ。悪いんだがお二人とも存じ上げない。帝国陸軍が終焉を迎えた時には左官級の軍人だから、知名度は東条英機や石原幹事等と比較すると高くないかもしれないね。アップ主としては、堀場和夫に関して印象に残っているのは、参謀本部戦争指導課で奮闘していた時代だ。各クラスの部署で戦争を指導するの？この戦争指導課は石原幹事の肝入りで創設された部局だ。世界最終戦論などの著書がある石原幹事らしい遠大な構想に基づく部署ではあったが、いかんせん石原幹事が中央から去ると、この一部局で参謀本部を引っ張るのは困難だったようで、日中戦争の泥沼も止めることはできなかった。なんで石原幹事が中央を去ると機能しなくなったの？そもそも課なのに戦争指導という対極的な業務を所掌できたのは、
下克上などの批判はあれど満州事変を遂行した石原幹事の個人的な意向が大きかったんだ。なので、石原幹事が権力闘争に敗れ関東軍参謀副長に転出すると、戦争指導家の意向も薄れてしまったらしい。しかし、戦争指導家員として、日中戦争の不拡大に奔走したのがこの堀場和夫だった。同期の服部さんは堀場和夫に助力したのかな？服部拓司郎はどちらかというと敵方を擁護すべきとする拡大派だったので、同期で口論になったりもしたらしい。西浦進はどんな軍人なの？西浦進は主に陸軍省の軍務局という、陸軍行政の中枢の中の中枢でキャリアを積んだ軍人だ。同人の回顧録は、高名な陸軍の将官たちの人物評が結構遠慮なく語られており、個人的に面白い。服部拓司郎は陸軍内で累進コースを歩み、エリート登竜門である陸軍大学校も卒業、現場部隊の経験も経て、軍令を司る参謀本部に出資する。そして、この参謀本部時代に、服部拓司郎は重要な人物と出会いを果たすことになる。服部拓司郎にとって重要な人物って誰？辻正信だ。服部拓司郎以上に有名な作戦参謀と思う。辻正信は野門藩事件を皮切りに帝国陸軍の数々の作戦に関与し、寄与方変の激しさは類を見ない軍人だ。辻正信を酷評する上官もいれば、後年国会の選挙に出馬する辻正信を積極的に応援した元部下もいるなど、人によってこれだけ否定と肯定の評価が錯綜する軍人も珍しい。服部拓司郎と辻正信はどっちが上官なの？服部拓司郎が先輩だ。服部拓司郎と辻正信は馬があったらしく、しかも、野門藩事件に遭遇する関東軍参謀部、第二次世界大戦に突入する大本営など、日本の命運を占い決定づける重要な局面と中枢機関において同僚の関係にあった。これが後年、服部拓司郎と辻正信に対する批判の原因ともなるんだが、奇妙な縁で結ばれていた二人の参謀、と言って差し支えないと思う。服部拓司郎はずっと参謀本部勤務だったの？職歴をたどると、先ほど言及した西浦進のように陸軍省一辺倒というよりは、参謀本部の作戦畑の軍人だが、陸大の優等卒業生に与えられる特典でもあった、欧州留学に服部拓司郎は旅立った。なお、これ以降、服部拓司郎の最終階級を考慮し、同人を服部大佐と呼称させていただきます。服部さんはどこの国に留学したの？フランスだ。しかし、服部大佐はフランスよりかは、欧州の別の国に関する業務に従事することとなる。別の国とは？ムッソリーニ率いるイタリア王国だ。イタリアが引き起こした第二次エチオピア戦争に、艦船武官として従軍し、その経過を報告する任務に従事した。エチオピアってアフリカの国だよね。第二次エチオピア戦争は、エチオピアの植民地化を起とするイタリア王国が、結果としてエチオピア全土の占領に至った戦争だ。ムッソリーニの膨張政策に引っ張られる形でイタリア軍はエチオピアに侵攻。エチオピア皇帝は亡命して、東アフリカ帝国が誕生した。第二次エチオピア戦争等を通じて国際情勢を見聞した服部大佐は日本に帰国し、再び参謀本部に出資した。そこで、ある大物と仕事を共にすることになり、この人物に服部大佐は敬服することとなる。誰？東条英機。帝国陸軍の記載、石原幹事だ。さっき陸用で図画をめぐって揉めた人じゃないか。それは生徒時代の話であり、この頃、すなわち参謀本部第一部長時代の石原幹事は、満州事変を弱気した関東軍参謀時代と並ぶくらい、脂の乗った全盛期だったと言っても過言ではない。この石原幹事の命により、服部大佐は帝国陸軍の軍備拡充に係る業務に従事した。そして、服部大佐は、参謀本部からの移動先として、消極的な意味で歴史に名を刻んだ移動先に旅立つこととなる。どこの移動先なの？関東軍だ。服部大佐の名前を、野門藩事件の文脈で目にした方も多いと思うが、野門藩事件と服部大佐との関わりを話す前に、関東軍について触れておこう。満州に駐屯しているのになんで関東軍っていう名前なの？関東軍はもともと、関東都督府陸軍部として、租借地だった両東半島の関東州の防衛を任務の一つとする部隊だったので、関東都督府が改組され、
軍として独立する際に、関東軍という名称が付されたのが誕生の経緯だ。関東軍が一躍名を知られるようになったのは、なんといっても満州事変だろう。友情湖事件を発端に関東軍は独断の空爆まで実行して満州を席巻し、傀儡国家である満州国の樹立を主導、満州に駐屯し満州国を内面指導する影響力を誇った。この関東軍に服部大佐は作戦主任参謀として赴任し、ソ連軍との激突という前代未聞の事態に遭遇することとなる。前編はここまでだ。脱線多くない？さて、服部拓司郎の解説の前編をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルはこの度、メンバーシップを始めました。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画視聴など特典があります。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れますのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号をどうぞよろしくお願い申し上げます。